皆さんこんにちは。今日はですねゲストを2人呼んできましたので、ちょっと自己紹介をお願いします。王さんお願いします。はい、私は中国の信陽から参りました佐賀県国際交流協会のスタッフの王品氏と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私は中国ではなくアメリカのシャンシャンです。佐賀市役所国際課のゼリーシャンと申します。毎月感謝コンの司法で書いてますので、読んでいただいたらシャンキューです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はゲストと一緒に自分が間違えた日本語の勘違いで恥ずかしかった経験について話したいと思っています。なかなか面白いテーマじゃないですか。はい、これは皆さんもぜひ最後まで見てくださいね。では始めましょうか。はい、では早速面白い話、日本語で間違えて面白い話について伺いたいんですけれども、シャンさんどんなのがありますかね。いや、私結構日本語不足なのでわからない時が多いんですので、ありますいや、一回すごく怖がった時は、なんか友達は日本人で、友達の家族みんな日本人で車の中でどっか行った時なんですけど、急に運転しながらみんなが騒いでいて、もう叫んでいて、あーってなって、何って思ったら、殺し屋って聞こえて、殺し屋危ないんじゃないですか、うおーって思って、もう私も怖いと思って、あ、殺し屋のことかって思って、殺し屋、そう、なんかスポーツ試合があったらしくて、殺し屋も通ってたので、殺し屋向かって急に騒いでて、殺し屋って思って。スポーツのね、会場の。恥ずかしかった。シアムが何ですか？殺し屋。殺し屋はお金を取った人を殺す仕事。なるほど、怖いな。私はなんか簡単なものがちょっと間違いやすいというか、例えばですね、なんか韓国ではその挨拶の表現が一つしかなくて、안녕하세요ですけどでも日本ではおはようございます、こんにちは、こんばんはあるじゃないですか。だから朝になんか他の人に会って挨拶するときにこんにちはみたいな感じになっちゃうんですよ。それがすごく恥ずかしくて、おはようございます綺麗に出なくて見ますみたいなそんな感じで出ちゃうんですよね。それがちょっと恥ずかしかったです。大丈夫です。普通でもそれはそもそもだって日本人でもね、なんか綺麗におはようございますって言ってるわけでもないんですしね。その実はございますだけ言ってました。ございます。前の学の時しか聞こえなかったんで。そうですね。よかった。私だけじゃなかったんだ。そうです。王さんはどうですか？最初日本に来たばかりの時ですね。ラーメン屋さんで私一度バイトしたんですね。ラーメン屋さん。で店長から頼まれて割り箸6持ってきてくださいって言われたんですね。事務室に持ってきてください。割り箸の意味が分からなかったんですね。ただみんながやっぱりなんかそれ当たり前分かるでしょみたいな表情ですごくなんか聞きづらかったんですね。で割り箸わからないから6個で言われると自分で想像して何だろうなって考えながら、ちょうど目の前でなんか高菜があったんですね。あれでちょうど6箱があって、じゃあこれが絶対間違いないと思って、よしじゃあ持っていこうと思ったら、だけどその1ケースが四角の形ですごく重たくて、その日はねエレベーターもちょっと故障してしまって、あいにくで運が悪くて、夏の30度の気温で汗だらだらでやっと7階に着いたんですよね。そこではい店長見てこれ持ってきたんですよ割り箸って店長は爆笑して「王さんは何持ってきたんですか?」って聞かれて「これ
割り箸じゃないのって聞いたらえそれ違うよ魚だよってなんかその時はなんか顔シュンって真っ赤になっててすごく恥ずかしくて隙間があったら入りたいぐらい恥ずかしかったんですよね。大変だったんですね。大変ね。最後は無事に店長もすごく優しい人で最後までちゃんとフォローしてくれて説明してくれて王さん今度分からなかったら素直に聞いて全然問題ないんですよって教えてもらっていいねいい店長でしたね。マーテンさんは私ですか。私はですねまあなんかやっぱこう日本人のネイティブとかに、間違った日本語を直してもらうのがどれぐらい大事なのかっていう話なんですけど、つい最近って言ったらあれかもしれないです。1年前まではですねなんかずっと私が間違って使ってた言葉があって、何ですか？そうですね1個2個とか数える時ってあるんじゃないですか。1個2個3個4個それがですね、私がずっと言ってたのが1個2個3個3つのね3つのなんかその3で3個じゃないかなって勝手に思い込んでいてでずっと直してもらってなくて1回その仲のいい友達に3個って話したらミッコお前ミッコって言ったのみたいな何それって面白いって言われて、そういう間違えたりとかねなんか直してもらわないとねって思ってでアンさんはどうですか？私ですか？私の話ですね。最近に聞いたばかりで銀行口座を作る時だったけど当日いろいろ情報を書いた後に印鑑お願いしますって言われました。でその時初めて印鑑使ったので私はワクワクしながらそう押しました。押した結果なんか銀行員さん見てちょっとショックだった。目が少し大きくなった。なんか印鑑する時はなんか丸い形の中に印っていう感じであってその印の上に押してくださいと言われたんですけど重ねて押すじゃなくて私は上と下に上に押したからちょっとすいません重ねて押しますよお願いします。なるほどね。ちょっと上の意味勘違いで印の上にね重ねてるじゃない印の上にバカみたいだったんですよ。めっちゃ嬉しかった。なるほどね。面白いね。ある意味で超えましたね。なんか自分もおかしいと思ったんです。なんで上思ったんですけど確かになんか上と言われたからこうしただけどなんか確かに日本人は結構曖昧ななんかその言い方とか多いじゃないですか。本当にどうしたらいいか結構迷いますよね。今日はゲストとして来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ話を聞けてですねすごく面白かったですけどちょっとゲストのお二人に感想を聞きたいのですがまず王さんからお願いしてもいいですか？私日本に来るのも結構長いなんですけれども今回のチャンスで結構昔のこととかいろいろ思い出したのですごく嬉しいなと思います。外国人なのでちょっとなんか言葉の面とか含めていろいろ壁があるんですけれどもただ私たちも本当に一生懸命頑張ってますのでいろいろ困難とか乗り越えたりしたんですけれども今からもまだ全力で頑張りたいと思います。今日ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次はシャンさんお願いします。こういう時私本当に大事だと思いますのでよく外国人ですから間違えてる時には私だけが間違ってるかなという感じでしますのでみんなとお一人じゃないんだっていうもう気遣いがすごくいいだと思いますのでしかもいつもみんなと一緒に楽しいですし誘っていただいてシャンですありがとうございます。ありがとうございます。ということでまた次の動画も
お楽しみに。